殺技発動退場かー。なんとなく大きさが同じなんですよ。俺の力作やでこれ。嘘ー。今回の ID コアは運営側のビジョンドライバーモチーフ。ちょっと待ってくれよ。こっからどこまで？特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはじゃん、ポッピーちゃん。はい、前に出したグラファイトさんに続いてエグゼイドから2人目登場なんですけど、まだやっぱり主役のエグゼイドは出さないというね、ひねくれてると言われればそれまでですが、今回ひねくれついでにこのゲーマードライバーではなくてこっち決め技スロット、これを使います。これはどういうことかというとね、通常のこういうガシャットはこんな感じで決め技という必殺技が発動するんですけど、なんとこのポッピーちゃんのライダー形態、ときめきクライシスはこれで変身するんですね。なのでボタンの配置が逆になってるんです。だからね、面白いもんで決め技スロットホルダーに入れてこうやると、ほら変身できちゃうんですよ。しかもポパピプペナルティ退場っていう、まさにデザグラにふさわしいでしょ。だから今回は運営側かなと思うんですよ。面白いでしょ。面白くなってきたでしょ。最初パウチポッピー、わかるけどポッピーの魅力って思った方も、なるほど運営かってちょっと惹かれてない、ワクワクしないで、当然これも絡ませていきますからね。さあどういう風に作っていくか、今回も最後まで見てください。今回も改造していきましょう。初の女性ライダー改造スターツ。でもごめん、一つだけ。一つここでお礼を言わせてください。先日チャンネル登録者数が1万人を突破しました。ありがとうございます。本当に皆様のおかげです。これからもさらに上を目指してね、楽しんでやっていきたいと思いますので、皆様引き続き応援よろしくお願いいたします。よっしゃ、1万人リスタート。さてまずこれからですね、このグラファイトさんのを作った時のこれの余りとしてこのパーツがあるんです。で、今回のポッピーちゃんはこれで変身するということで、やっぱこれを連想させたいわけですよ。なので決め技スロットホルダーのまずここ外しちゃいますね。で、なんとなくですけどこれをつけて、色合いもこういう色合いに塗装します。だから今回地味に大変なんですよ。で、今回尊い犠牲になってもらうのはツーサイドライバー。うちに3つあるんで、これで2つ目です。これを使ってこんな感じでするんですけど、どうせならこの A ボタンを押した時にこれが押されるようにできたらいいなと思うんです。なので、この辺の邪魔なパーツを全部一回切ります。更地にします。もう細かいこと気にせずバスバスいっちゃいましょう。はい、綺麗に更地になりました。これをここに被せるんですけど、これでも A ボタンを押して押されるというよりは A ボタンを押すふりしてこれ全体が押されれば別にいいか、それで。で、これをこうつけて、いいやん。ええ感じやん。今度うまいことこれをここにはめたいんだけど、この辺が邪魔っぽいのでちょっと切りましょうか。これで固定できれば最高やね。どうしようかな。これこうしたらなんか変わんのか。なんかちょっと収まり良くなった。これや。すごい。そんな違うのこれ。何が変わったの？だってこっちにしたら、いや、こっちやわ、やっぱり。なんかわからん。収まりが違う。面白い。なんかうまいこと言った。じゃあまず、そうやな、認識ピンをもう変えちゃおう。で、毎回認識ピン作る工程同じなので、ちょっと今回ね、分解せずにいってみようと思います。できるかわからんけど。今回の認識プレートはビートに合わせようと思います。この黒いサインペンで書いたところ、ここに足すんです。まずいらないところこのまま削ります。ピンを刺したいところにハンダゴティングで、おなじみコストコのジュースのやつ。グルーガンを落として、刺す。僕やっぱ基本ズボラなので、だからこれでいけたら最高なんですけどね。行ってみましょう。頼む、来い。スクラッチ音。やったー。いった。しゃー、認識ピンもう分解しなくていいようになりましたね。で、またこれこないだのファイズの時と一緒で、多分重みでカターンっていっちゃうので、ここにビス止めしときましょう。軽く穴開けます。やっぱ何事も経験やね。これでこうして問題なしで、こんな感じにするんだけど、これも一応ここに固定しといた方がいいよね、多分ね。この位置なので、こういう風にビスいこうか。これでちょっと穴開いて、オッケー。よーし。これでここかぶせて、ほら見ろ。ほら来た、どうだこれ。いいね、うまくいってるね。グルーガン塗ってパーツかぶせて。もう今回は悪いけどトラブルなしでいくつもりやから。そんなトラブルを売りにするチャンネルじゃないんだぜ。あれ、何かが引っかかってる。おい、ちょっと待て。これか。これ全体が引っかかってんのか。大丈夫。よし。ちょっと待って。ここ削ればいいんやろ。干渉してるところをハンダゴテで溶かして柔らかくして、ペンチで引き抜いちゃいな。こういうのもね、最初に説明書とか設計図があれば、全部綺麗に準備してからやるんだろうけど、僕の改造にそういうのないからね。大丈夫かな。なんかゲキョって言うけど。ドライバーで確認しようと電源を入れたのだが。
なんでこっちの電源入らへんやん。なんでよ。ええねん。そんなんじゃないねん。そういうのええねん。スッと行こう、それは。もう、これベーシックにあるとこやから。こういうこと求めてないんよな、俺。いや、もうええって。何の振りやねん、それ。もう、怖い。どうですか？いったね。よかった。いった。焦るわ、もう。なんかもうおもちゃ側もトラブル起こしてくる協力体制とか、そういうのいらんねん。もう、俺のチャンネル運営方針と違う。そういうのいらんの。こんな感じ。で、なんかここがちょっとのっぺりしてるけど、これはちょっと後々考えます。で、この改造するにあたっての準備段階、構想段階でちょっと気づいたことがあったんですけど、見て、ここの形。このレコード部分と一緒でしょ。俺これでね結構決め手になったとこあんのよ。来たーと思って、もうポッピーちゃんこれやっていう。さて気分を変えまして、次はこれもいじっていきます。で具体的にどうするかというと、これとこれをくっつけます。これがまた面白いもんで、こっちのキーボードとキーボードまあ共通してるでしょ。それだけじゃなくて、こうやってこう被せた時になんとなく大きさが同じなんですよ。なのでまあ今回ここのプレートは使わないんですけど、こっちのボディをここにくっつけようと思ってます。分解しましょう。よし、取れました。ちょっと加工がいるか。っていうか、このプレート活かすか。どうしたらいいの？ちょっと切ってこの辺に。それがいいな、多分な。これ、もう一回入れます。プレート入れます。プレートでくっつけるのがなんかいい気がするので、印！この線まで切ってみようか。まさかこんなところでやってくると思わなかった。ジグソーチェース！わほー！ガッシャット！ごめんなさい。ジグソーチャンスもこの作業用カメラ撮れてなかったです。だからこっちの映像だけ。申し訳ない。ボンミスやわ。あかんわ、こういうの。割と凹む。で、こっから映像がつきますが、これを今分解したら、こうなってたんすよ。ゾッとするなっていう。バネ何個あんねん、これ。どういう IQ でこういうの思いつくの？ほんま天才やろ。マスキング苦手やけどやった方がええんやろなと思って。でも意外と綺麗にいってない？やったー！マスキングできたー！よし、塗装ブースに行ってきます。塗装がちょっとなー。はい、今回の塗装動画はハッキングさせていただきます。結論から言うと一筋縄ではいかなかったんです。どういうことかというと、まず下地塗装として通常皆さんはサーフェイサーを使うことが多いと思うんですけど、僕は大体ね、シルバーを塗っちゃうんですね。そうすると白でも黄色でもどんな色でも乗るので、自分の経験からこっちの方が自分に合ってるなと思って、正直昔サーフェイサーで大失敗して自信がないんですよ。それで今回もシルバーを吹きました。で、その上から蛍光のイエローを吹けば、このすごく激しいブルーが綺麗なイエローに変わってくれるだろうと思ってやってみたら、蛍光イエローって僕今まであんまり使う機会がなくて気づかなかったんですけど、透明なんですね。だからがっつり下地の色が出ちゃってメタリック蛍光イエローになっちゃったんですよ。これで一時はこれでもいいかってちょっとメタリックバージョンで今回お送りしましたでなんとかなるかなと思って一回塗装の手を休めてコーヒー飲みながら眺めてたんですけど、いやあかん、これ無理やってなって蛍光塗料のこと検索したら白下地が一番蛍光が生きるっていうのを見つけまして、じゃあそうしてみようと思って白を塗るためにもう一回シルバーを吹いて、結局シルバー下地なんですけど、その上から白を吹きました。でやっとここで下地が整って蛍光のイエローを吹いて、でこうなりましたと。いや一時は諦めかけましたけど、やっぱりやり直してよかったなと思います。今回はちゃんと光沢の出るクリア塗料も吹きました。で最後に黒をシャバシャバに薄めたいつもの塗料を吹いてちょっとだけ味出しして無事成功と。でこっちのピンクのパーツはもう黒で塗って普通にうまくいきました。でここはガシャットを意識して白くしてやります。いや塗装ってやっぱ奥深いね。大変。俺もう未だに分からへん。リンチャンネルさんとかなんであんな綺麗にできんの？選ばれし人間な塗装綺麗にやりたい。でビートレイズバックルの塗装も終わったところで、今度はこっち。まずここがダラーンとしてるのでなんかパーツをはめて埋めたいと思います。しゃー行くぞ。さてどうしていこうかなというところなんですけど、この間ゾンビレイズバックル作った時に分解したこれがあるんですよ。このパーツを活かせたらなと思います。でせっかくここに B ボタンがついてるので A と B 並べたいなと思って、こんな感じかなってイメージなんですけど、そうするとここがやっぱ隙間空いちゃうよね。だから単純に逆でやるとここの隙間もある程度埋まるっていうので、いずれにしても必要なパーツはここかな。なのでこの辺ちょっと切り落としましょう。あっしゃでこんな感じ。ここは多分この辺までバッといっちゃった方がこれでいいかな。いやでもこれだとこの A と B の線はこうまっすぐなんだけど、厳密に言うとこっちの中心線は多分ねこの幅に対してここっていうんじゃなくて、やっぱこのガシャットが入るところに対しての真ん中ここやから中心線がずれてるんですよね。この状態だとそんなに気にならない中心線のずれがこの B が入ることでやっぱりすごくずれてるように感じてしまいますね。これはなんとか避けたいね。なるほどな。そうするとここじゃないのか。ちょっと斜めにずらすのはありやな。これ逆だとどう？
斜め。なんかデザイン的にすごくかっこいいけど、こっちが隠れきらないな。いやー、どうしよう。こうなのかな。このボタンずらすの正解やな。で、ここに最終的にこのレコードが来るから、ポンポンポンって、このトライアングルがいいかもしれない。でもちょっとこう斜めにして、ここが少し飛び出てる感じも、これまたたまらんよね。うわー、どうしよう。これもう考えてる時がめっちゃ楽しいのよ。もうこれやわ。これはとりあえずこうしよう。で、こっちの余ってるところを何かで埋めないといけないんだが、もうこんなんでいいか。こうしましょう。決まってきた。出口が見えてきた気がする。それと同時に決定するということは、考える時間が終わってしまうっていうことでもあるのよ。やっぱ遠足でも何でもそうでしょ。準備してる時とか考えてる時が楽しいみたいなのあるやん。ちょっと待って。とんでもないもの見つけてしまった。嘘やろ、このタイミングで。なんか突き出てるよね。嫌な予感すんねんけど。嫌な予感っていうか、嘘入るわけないよね、これね。嘘やろ。マジでちょっと待ってくれよ。こっから、どこまで？いや、もうこのカバーパーツ外さなあかんやん。俺の力作やで、これ。嘘ちょっと待って、もう一回見てみよう。突き出てるわ。俺の目を節穴であれと思ったけど、くっきり見えてたわ。ずんだ餅。パーツ外して短いビスに取り替えます。いや、でもここでよかったよ。全部色も塗って完成っつって入らないではね、もうほんとシャレにならないもんね。いやー、ここ外さなあかんのか。結構がっちりいってて気に入ってたのにな。ビスが長かったな。これならいいのか。お風呂入りたい。どうですか？よし。だいたい形はできました。なんとかだった。耐えた。そしてビートレイズバックルのレコード部分、これをお湯丸で両方型取ります。お湯丸は熱湯3分で柔らかくなります。よいしょ。これで固まるまで待ちます。型ができたら UV レジン、ブルーライトで1分。いってらっしゃい。はい、ゲームコーポレーション。いや、綺麗にできたやん。こうやるとレコードセット完成です。そしてもう一つ思いついたことがあって、ちょっとやってみたいんだけど、これでね、半円パーツ作れんじゃないかなと思って、こうやってかぶせて、すぐに取って、形を半円に無理やり持ってくと。なんかいける気がする。ちょっと分厚めに。ブルーライトで1分。いってらっしゃい。だいぶ柔らかいな。でも取れた。これはこれでちょっとプロトタイプ感あって気持ち悪い感じやな。いいやんか。よし、じゃあこれ全部塗装しましょう。まずはスターブライトシルバーを全体に拭いて下地を作ります。さっき複製したレコードを真っ黒に、アームは黒下地でスターブライトシルバーにします。本家のレコードも塗ってなかったので黒くします。半円パーツはクリアピンクで鮮やかに、メタリックミントグリーンみたいな色を自分で作って、バグルドライバーつばいを見ながら要所要所に塗っていきます。ミントグリーンの箇所が多くなりすぎても良くないので、全体のバランスを見ながらなんですけど、ちょっと塗りすぎたなと思っても、これはスターブライトシルバーをもう一回拭けば大丈夫なので、あんまり気にせずに塗り進めていきました。で、どんどん塗り進めるにつれて、ミントグリーンの箇所が増えてきて、僕の敬愛するゆめみねむさんの公式グッズみたいになってきましたけどね。A ボタンにはクリアレッドでキャンディー塗装。なんとなく残しといた綺麗なピンクのところのマスキングを剥がして、B ボタンには青竹色というメタリックの塗料を拭いてます。差し色として少し黒い箇所も増やしましょう。で、ミントグリーンがはみ出たなーっていうところにスターブライトシルバーを拭いて修正しています。最後はやはり黒をシャバシャバに薄めたやつで、艶出しと味出し。ゲーマドライバーを見ながら半円パーツに黒を拭いていきます。運営側の ID コア。今回の ID コアは運営側のビジョンドライバーモチーフ。シールを切り取って、ID コアは半円パーツと同じクリアピンク一色。シールを貼って、今回はレジンをたっぷりめに、ブルーライトで1分、ぷっくりしました。この前塗装してコミュニティにあげたガシャットのこの部分と同じ感じですね。最近ぷっくりさせるのちょっと好きなんですよ。で、グルーガンでレコードをくっつけて、針も落とす。半円パーツもグルーガンでくっつけて。ビートレイズバックルはあらかじめ分解の時に撮っておいた写真を見て、苦戦しながらもなんとか組み上げました。ドレミファビートガシャットも貼り付けました。完成！シャオと鳴らしていきましょう。今日は変身を短めていきます。デザイアグランプリでの違反行為は許しません。さあ今回運営側ですからね、ポッピーちゃん洗脳されたんですかね。まずときめきクライシスガシャットをはめて、ボタンを押しながらデザイアドライバーにセット。そうするとタイミングよく変身音が鳴るね。いやー怖いね、退場宣告。こっからバトルが始まります。必殺技。バトルが盛り上がってきたらドレミファビートレイズバックルのセット。ガシャットを起動させて、タイミングよくスクラッチ。必殺技発動。退場かー。さあここで上下交換。それにしてもでかいね。
皆さんレコードのラベルは気づいてますか？雰囲気出てますか？不正行為は許さない必殺技、力技で退場させたんでしょうね。さあ今回も無事に改造することができました。いや、やっぱ2つ作るとなると大変ですね。編集でだいぶカットして短くしたつもりなんですけど、やっぱ時間かかりました。でもこれ動画2本で出すと一個一個がちょっと弱いかなっていう心配があって、もう一気にドカンとストーリー性持たせてやってみました。いや、最近僕の改造のね、サムネが結構暗いのが並んでたから、ここらで一発カラフルなやつかましたいなと思って。で、ライダーの中でカラフルなやつと思ってたら、やっぱポッピーちゃんが出てくるんですよね。で、ポッピーちゃんなんとか活かす方法ないかなと思って考えてて、ガシャッといじってたら、ポッパピップペナルティ退場って言ったから、うわ、これやと思ってね、バチンと繋がったんですよね。いや、やってよかったです、本当に。もう今回は元のレイズバックルを分解せずにピンを足したり、半円パーツのために型を取って柔らかいうちに曲げるとかね、このレコードのラベルのちっちゃいシールを作るとか、結構自分なりに新しいこといろいろできて、むちゃくちゃ楽しかったです。さあ皆さんどんな感想をお持ちですか？ぜひコメント欄で教えてください。いつもコメントありがとうございます。できるだけ返すようにしてますのでお待ちしております。さあ、じゃあこの辺で終わっておきます。皆様ご視聴ありがとうございました。パウチでございました。今回の改造も良かったなという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録で私パウチを応援してください。Twitter、TikTok、Instagram もやってますのでそっちのフォローもよろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。ありがとう。リバイスドライバーレイズバックルとリバイスドライバーを合体させてリバイスドライバーレイズバックルをでっかくしてみた。